はい、皆さんこんにちは。モノルです。今回は2024年11月25日発売のゲームサーの新製品サイクロン2をレビューしていきたいと思います。結構私の周りではね、話題になっていた製品で TMR スティックが採用されていたり、設定ソフトにね、期待する声が多かった製品になります。1週間 Apex のランクを回してきたんですけど、めちゃめちゃ良かったです。もちろん気になった点もあったので、そちらも含めて見ていきましょう。そしたらサクッとスペック見ていきたいと思います。カラーはね、ホワイト、ゴールド付きのね、ゴールドのアクセントの入ったホワイトとブラックがあります。対応機種は PC、Switch、iPhone、Android で、有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応してます。遅延に関してはね、1.8 ミリセカンドってめちゃくちゃ速いです。これについて後でもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。TMR スティック、ね、非接触式センサーの TMR センサーを使ったスティックを採用しているので、劣化や汚れによるドリフトが抑えられます。スティックの重さは 60g フォース、背面にボタンでトリガーストップ付きです。ボタンになるトリガーストップがついてますね。無線のポーリングレートと有線のポーリングレート両方 1000Hz です。ジャイロセンサーがついていて、連写やマクロっていう設定も可能です。価格は現時点で8599円でした。はい、そしたら中身の方ちょっと見ていきたいと思います。よいしょ。はい、こちらが充電スタンドですね。こんな充電スタンド、結構ね、おしゃれでかっこよくて LED もついてる充電スタンドがついてきます。はい。ここはプラスチックじゃなくて金属製なんですね。かなり凝った作りで、ね、いいスタンドがついてきます。ちゃんとここに USB ハブになってるね、ポートがついてるので、無線で使うときはここに USB ドングルを挿して、で、ここに USB Type-C のね、背中側にケーブル挿すところがあるので、ここでね、普段コントローラー挿してるケーブル挿せば、それだけで無線接続簡単にできるよっていう感じですね。で、付属の USB ケーブルは 1m でした。なぜか G7SE よりもダウングレードしちゃってるんですけど、割と質素な作りの USB ケーブルがついてます。あとは、この、よいしょ、USB ドングルですね。はい、2.4GHz 無線接続用の USB ドングルがついてます。これもね、コントローラーの LED と、本体の LED と合ったような感じのね、光り方をする LED がついてます。その他にいつものウェルカムカードやステッカー、日本語付きの取扱説明書も入ってます。はい、交換用のスティックとかはついてないので、Xbox 用のフリークとかをつけるといいと思います。はい、そしたらですね、はい、こちらが本体になります。すごく LED で光っててね、めちゃくちゃかっこいいと思います。ちょっとゴールドのアクセントはねなかなか奇抜な感じはしなくはないんですけど、見た目の印象は結構ね、高級感あっていいと思いました。塗装といい質感はとてもいいですね。手触りは全面プラスチックということもあって優れているってわけじゃないんですけど、グリップ部分はレーザー彫刻された細かい、なかなかね、これカメラ越しでは分かりづらいんですけど、レーザー彫刻されたすごく細かな溝が入っててね、ザラザラとしていて、グリップ感は良さそうですね。ABXY ボタンと十字キー LT、RT のボタンにね、ショートストロークにしたときマイクロスイッチボタンが採用されてます。重さも軽すぎず重すぎずで、押し心地はとてもいいと思います。これなら格闘ゲームでも使っていけるのではないでしょうか。あと LB、RB 背面ボタンですねはシリコンカバーのされたタクトスイッチになっていて、押し心地はまあ普通っていう感じですかね。スティックの押し込みなんですけど、タランチュラプロの時にですね、重いっていうコメントをいただいたんですが、本機もちょっと重めかなっていう印象です。気になる方はちょっと気になってしまうかなっていうところですね。あと、ゲームサー G7SE と同じでね、オーディオジャックが、はい、あります。はい。で、一応このオーディオジャックも聞いてはみたんですが、やっぱりちょっとこもったような感じがして、あまり音に広がりが感じられないので、
あくまでおまけ程度のオーディオジャックだと思った方がいいと思います。はい、それで今回はですね、遅延測定の様子を見ていただこうと思います。10倍速で流してるんですけど、このコントローラーものすごく有線接続が早いです。先ほどもね、お伝えした通り、遅延が 1.8 ミリセカンドっていうことで、これは現存するコントローラーの中で私が知る限り最速だと思います。はい、計測結果はこのグラフのようになってます。横軸が遅延ですね、ミリセカンドで、縦軸が、その遅延が、何回ぐらい起こったかっていうね、頻度分布になってます。有線接続の時は平均 1.84 ミリセカンドなんですけど、最大でも 2.82 ミリセカンドっていうことでね、すごくこれは優秀で、最小の遅延とかってこれもうほとんど理論値だと思うんですよね。なんでもう 1000Hz のポーリングレートで出せる理論値にもう近づきつつあるというね、すごい素早さを見せてくれてます。USB ドングル接続の場合はですね、平均が 6.46 ミリセカンドってことで、ほとんどブリッツ2とかね、ブリッツ 2TMR と同じような値かなと思います。ただちょっとこのね、緑色のグラフがドングル接続なんですけど、やや幅が広くてですね、ちょっと安定感には欠けるかなっていうところで、まあそれが実際プレイするときにどういう風に感じられるかが気になるところですね。で、Bluetooth 接続はもうね、ちょっとこれは使い物にならないかなっていうぐらい遅いです。はい、それでゲームサーサイクロン2の設定ソフトウェアはですね、ゲームサーコネクトっていうソフトウェアになります。これ、マイクロソフトストアからインストールすることができるので、ノラソフトじゃないのでね、安心してインストールできると思います。もともとね、ゲームサーの製品っていうのは、ゲームサーネクサスっていうソフトウェアが使われてたんですが、この前の機種タランチュラプロからですね、このゲームサーコネクトっていうソフトが使われるようになりました。どっちも TMR センサーのスティックでね、全くスティックは実は同じだったりするんですけど、サイクロン2もね、これで設定ができます。で、ゲームサーネクサスと大きく異なる点っていうのは、スティックの感度曲線ね、これを自由に設定できるっていうところがかなり大きな違いかなっていうのと、UI もだいぶね、変わって、使いやすいかって言われると何とも言えないんですけど、そういうところがあります。はい。私のように常にね、順コンみたいに使いたい、リニア感度で使いたいよっていう方にはね、この感度曲線いじれるっていうのはかなりいいんじゃないかなっていうふうに思います。というか、私がとてもそう思っています。で、ちょっと設定項目軽くチェックしたいんですけど、私が入手したこのサイクロン2は、ファームウェアのアップデートは特になかったです。最初からこの 3.2.6 でした。そっからアップデートも来てませんね。何も不具合特にないんでね。よくもうすでに完成されてるかなって感じがします。で、はい、スティックのデッドゾーンは初期状態で10入っているので、これは0に設定しておきました。トリガーの方も5の95って入ってます。これはね、0100でいいかなっていうふうに思います。どっちみちね、ボタン式トリガーで使うなら、あんまりこのデッドゾーンの値関係なくなるんですけどね。はい。で、LED の設定が結構面白くてですね。よいしょ。これをね、ちょっといじってるとこを見てほしいんですけど、はい。2番にするとこんな風にですね、めちゃくちゃギラギラに光ったり、はい。3番にすると徐々に色が変わっていったりしますね。ちゃんとね、この UI もね、今の色に合わせて変わっていくようになっていて、すごくね、設定しやすいです。4番はスイッチのね、ジョイコンみたいな色に変わるようになってます。自由にこれもいじっていけて、そうだな。レインボーとか分かりやすいですよね。こういう風にしとくと。でもちろん、ライトの明るさもこうやって変えれるので、あまり眩しくないようにしたければ、最悪0で消しちゃうことももちろんできますけど、はい、かなりキーフレームをどんどん追加していって、で、そのキーフレーム移動していく間のね、スピードを変えたりして、あとは、オーディオリアクティブモードってこれ要はね、音によって色を変えるなんてこともできるみたいですね。すごく、このね、LED をふんだんに使っているコントローラーだからこそ楽しめる要素かなっていうふうに思います。
まあ私はこのね、白く光るのが割と雰囲気良くて気に入ってるので、デフォルトのままで使ってます。はい。あと何か設定ソフトで言うことあるかな。大事なことが、あれですね。ボタンの設定ですね。ボタンの設定もちろん R スティックは無効化できます。全部無効化したり、あとは全く違うボタンに割り当てることもできます。設定できないボタン M ボタンとこのゲームサーボタンというかホームボタンですね。この2つは設定できませんが、他のボタンはすべて、設定を完全に変えてしまうことができます。なので、R スティック押し込み無効化するっていうのが大きいあれですかね。はい。あとですね、ここ、アドバンスドセッティングっていうのがあります。これやるとマウスのキーとか、スクロールとか、キーボードのキーとか、もう何でも設定できます。はい。3つまで同時押しも設定できます。で、連射も設定ができるようになってます。最大 30Hz なんで1秒間に30回連射っていうこともできますね。で、スティックのレスポンスカーブはこのようにね、自由に3つの点でいじることができるっていうのがかなり大きいですね。で、ちょっとチェックしておきたいのが、シンエンドチェックやってみたいと思います。はい、右側が深円のままでね、円形で、左側が四角形になってます。ゲームサーコネクトで見るとですね。はい、ゲームサーコネクトでは、はい、サークルとローっていう風に2つのアウターデッドゾーンの形とか区形アルゴリズムとか言ったりしますけど、設定ができます。で、左スティックを四角形ローにして、右スティックをサークル円にしてます。この状態でゲームパッドテスターを見てみると、この形のようになってます。はい、もうね、右スティックなんていうのはね、わずか 0.1% のエラーってことで完全に深淵に近いですね。左スティックの四角形にしてる方は、だいたい 55% ぐらい斜めに入力してもですね、マックスに安定されるようになってます。かなりね、安定する領域は広めなので、左スティックみたいに移動に使うね、スティックは四角形ローにして、右スティックはサークル円にね、することで、精密なエイムとかね、がしやすくなるっていう風になってるので、これは好みではありますけど、左側ローの右側サークルっていう設定がおすすめですね。はい。あとは、振動の強さの設定とかができるぐらいですかね。はい。設定ソフトはこんなもんでいいですかね。じゃあちょっとですね、一旦ですね、ここで再キャリブレーションのやり方っていうのを解説しておきたいと思います。まずね、コントローラー届いたら、再キャリブレーションしておいてほしいなと思います。方法はね、マニュアルにも日本語で掲載されているので、そちらを見ていただいてもいいです。で、まず、ここの、はい、このね、トリガーについてるこのつまみをですね、外側にやります。これでアナログトリガーモードになります。はい。こっちが今ボタンモードですけど、外側につまみをやって、アナログトリガーモードにします。そしたら、セレクト、スタート、ホームボタンを LED が点滅するまで押します。はい、点滅しました。おっとっと。はい。そしたらですね、このトリガーとかスティックに触れないで A ボタンを1回押します。LED が消灯するのを確認したら、トリガーを一番奥まで押して離します。さらに、スティックを倒して3回転させます。2、3。はい、3回転しました。終わったら離して A ボタンを押します。はい、これで再キャリブレーションは終了です。一応ゲームパッドテスターをもう一度見てみたいと思います。はい、かなりセンタリングはうまくいってるんじゃないかなって感じですね。もうちょっと目で見ただけではズレがわからないぐらいに
なってます。そしたらね、ここまで、一通り見てきたので、一応ね、デフォルト感度で射撃訓練場で撃ってみたいと思います。はい、射撃訓練場に来ました。デフォルト感度でデッドゾーンをなし、ゼロにした状態です。区形アルゴリズム、アウターデッドゾーンの形は左がロー、右がサークルになってます。見ての通りね、もうほとんどドリフトはないですね。わざとこうやって右斜めにこう持っていったら右に行く感じで、ピタッと止まります。はい。完璧な感じがしますね。はい。そしたら撃っていきたいと思います。みんなアップグレードを選んだよ。はい、やっぱり低感度に感じます。実はこれもね、ゲームサーのタランチュラプロと同じでね、リニアな TMR スティックっていう風に宣伝されてるんですけど、絶対これはリニアじゃないと思います。確かにね、エイムアシスト強く感じるっていうメリットはあるんですけどね、こういう低感度なスティックは。ただいかんせんね、切り返しとかが追っていけないんですよね。はい、というわけで今回もレスポンスカーブを計測しました。こんな風にですね、デプスゲージじゃなくてデジタルノギスとコントローラーをガチガチに固定して、で徐々にこのデジタルノギスのデプスゲージをね動かしていって、でゲームパッドテスターを見ながらその入力値をね Excel に入れてってます。はい、これがゲームサーサイクロン2のスティック感度カーブになります。今回も行きと戻りを計測してます。で、見ての通りですね、特に0から1の付近ですかね。かなり中立に近いところら辺が低感度になってます。実はこのレスポンスカーブって完全にタランチュラプロと同じです。なので、タランチュラプロと同じようにですね、リニア感度の修正を行うことができます。はい。で、タランチュラプロと同じスティックなので、全く同じ設定が使えるんですけど、今回はですね、ちょっとタランチュラプロの時に紹介した設定をさらに煮詰めた設定をご紹介します。この設定タランチュラプロにも使えるので、よかったらこっちのね、設定の方も使ってみてほしいなと思います。まずですね、ゲームサーコネクトからスティックに行ってもらって、レフトスティックで通常このね、こういう表示になっていると思うんですけど、このカーブアジャストメントっていうところから、この一番右の矢印マークをクリックします。はい、一番左側の点を4の8、真ん中の点を34の36、30、はい、34の36で、3つ目の点が70の68。よいしょ。すごい細かい設定なのでちょっと難しいんですけど、ちょっと頑張ってください。そこは70の68ですね。はい、このように設定します。はい、右スティックは全く同じ設定になってます。1個目が4の8、34の36、70の68ですね。はい、これでリニア感度への修正が完了しました。はい、リニア感度に修正した後のレスポンスカーブはこのようになります。緑色の線をね、主に見てほしいんですけど、完全にね、0からだいたい 4.5 ミリぐらいまでが完全なリニアになってます。そっから先ちょっと高感度になってますけど、あんまり普段使うところではないのでね、あんまり気にならないと思います。
はい、そしたらですね、リニア感度に修正したサイクロン2で射訓打っていきたいと思います。デュアルセンスエッジと比べながら煮詰めた設定なので、相当順光に近い操作感にできたと思います。ただね、サイクロン2は順光よりもちょっと遊びが少ないので、中立付近で意識的にスティックを倒していかないといけないという違いを感じます。エイムアシストもしっかり感じられて、操作感もとても満足いく設定にできたと思うので、ぜひね、購入された方はお試しください。そしたらこっからはですね、リニア感度に修正したサイクロン2で、実はこれね、無線ドングル接続でやっているマッチになります。ちょっとね、気になることがあったので見ていただきたいんですけど、見ての通り全然当たってないです。なんかね、エイムしづらいなーって感じがすごいするんですよね。で、これが何が原因なのかがちょっといまいちまだよくわからないんですけど、よっぽど止まってる敵とかなら当てていけるんですけど、動き出されるともう途端に当たらないっていうね。でね、なんとなく予想してるのは、やっぱり無線ドングル接続のなんですかね、遅延が結構幅広くね、分布してたっていうところが問題になってるのかなって思います。平均値の6ミリセカンドぐらいっていうのは別に遅いわけじゃないので、そんなに悪くないはずなんですけど、せっかくね、スタンドもついていて、で、ね、実際使ってみたらね、そのスタンドから、スタンドに置いたら勝手に接続が切断されて、で、スタンドからコントローラーを持ち上げるとすぐに無線にね接続されて、すごく使い勝手が良くて、これいけるならもうずっとこれでいいやんと思って無線を使ってみたんですけど、ちょっと APEX にはまだ無線は早いかもしれないですね。すごくそこは残念なところでした。もともとずっと有線で使ってるんで有線でいいやんって話なんですけどね。なんとこのめちゃくちゃなエイムにもかかわらずこのマッチはチャンピオンを取れてしまうっていうね。もうこの時点で400ダメージしか出てないですからねなかなかね、自分的にはひどい不甲斐ない試合だったんですけど、仲間が強かった。本当に強かったです。こういう止まってる敵にもなんかちょっと当たってないですけどね。久々にヘムロック使ったっていうのもあるんでしょうけど、それにしても当たらないんですよね。なんなんですかね、これ。なんで、無線には期待あんまりしない方がいいかもしれないです。いくら早いとはいえ。ここも別に打たなくていい、あれですよね。仲間の人全然打ってないですもんね。最後は魚振って終了ですね。なんか近距離近づく自信が持てなかったですね。最後もちょっとダメージあんま出てないしって感じで、こっからは、有線でちゃんとね戦えてた時のマッチのゲームプレイになります。全然有線ならね、もう全然っていうかむしろもう最高に当たるっていう感じですよね。エイムアシスト外れてる場面でも当たってるしね。パッとフリックしたい時もしっかりフリックしていけるんで、やっぱり順根っていうかリニア感度化は絶対必要だと私は思うんですけどね。この試合はそんなにめちゃくちゃこのコントローラーを使っ
ってからの試合ってわけじゃないんですけど、まあ、あまりね、もう少し慣れてきたらもっと戦えるのかもしれないですけど、割と戦えてるので、もう全然 APEX ね、このコントローラーメインでランク回してもいいかなって感じですね。まあ、ただ私、対面4ボタンとかに慣れすぎてて、ピンを刺したりね、回復巻いたりするのがやたら遅くなるっていうね。対面2ボタンだけだとそういう様子がちょっとこの後出てくるはずです。はい、ここでスワップしようと思ったらなくて回復したいんですけど、もたもたしているっていうねでも背面2ボタンで十分だっていう人にはもうね、文句なくおすすめできるコントローラーかなって思いますね。はい、これ別のマッチですけど、まあこういうエヴァ8もバンバン当てていけますね。多分 APEX で一番遅延が影響しやすいのがこういうショットガンとかのフリックエイムだと思うんですけど、さすが 1.8 ミリセカンドって感じで割と芯にしっかり捉えていけるかなって思います。はい、さらに別のマッチで、これは、最後まで見ていただこうかなと思うんですけど、結果は2位だったんですけど、まあ、結構ね、ちょっと負けが続いてですね、ゴールド2なのにですけど、もうね、今の環境って多分ソロだとプラチナ行くだけで精一杯なんじゃないかなって思っちゃいますね。よっぽどね、プレデターぐらい上手い人はやっぱり、それでもマスター行っちゃいますけど、ちょっと私にはプラチナが限界かなっていう感じがしてます。で、このマッチですが、第3第2円ですかで、ちょうどこのアンチ際で戦ってるんですけど、多分これ後ろ側にももう1パーティー来るかなっていうところで気にしながらの戦闘なので、あまりね、思い切っていけない状況になってます。トリプルテイクなんで、これもフリックエイム結構していかなきゃいけないっていう武器なんですけど、まあ自分のね、スキルとしては当たっているかなと思います。はい、ここで後ろから敵が来たので引いて挟めるように展開してくれてるパスのところに合流します。はい、それでなんやかんやあってですね、ちょっと詰めたパスがダウンしちゃってるので、そこを格殺入れに来るやつを倒してるところで、なぜかミラージュが1人突っ込んできたのでって感じですけど、マスティフも当たりやすいですね、やっぱり。まあ、そういう有線でね、このコントローラー使っているともう全然文句ないどころか素晴らしいって感じですね。まあこれもね、私の腕前ではまあ十分当たってる方かなと思います。はい、ここで運よく R99 があったんでもう取り手捨てて、あと5部隊ですか。でもうほぼほぼね終わりそうな感じだったので、近距離武器2つって感じですね。これでさっきのね敵がまだ上にいて起こそうとしたところで、まあでもこのねウルトがなんとアンチ外に飛んでってしまってすぐ消えるっていう悲劇があるんですけど、まあ、こうやって上からプレッシャーかけられてるのをなんとか牽制して、ジブのウルトたかれたんで、もうこれはね、まあ、ちょっとこうやってダウンしちゃうんですけども、前詰めるしかないなってなったんで行ったところですね。このままだとねただボコられて負けるんで、はい、ここまでは良かったんですね。ナイナイほんと強いですね。ケアパケのナイナイはめちゃめちゃ強いと思います。はい、ここでちょっとねショットガンをねリロードし忘れてて負けちゃうんですよね。これがなければなんとか1位もあったのかなって気がするんですけどね、本当にね
大失敗でした。はい、まあうまくそれで玉振られて負けて2位っていう感じでした。まあ、まとめると APEX でのプレイはね、背面にボタンっていうことさえ大丈夫であれば、もうすごくいいコントローラーっていう感じでした。はい、ここまでが APEX のプレイになります。はい、ここからは Call of Duty Black Ops 6です。このマッチからはですね、ダイナミックで、感度カーブの傾きを 0.65 っていう風にしてるので、ちょっとね、前まで1でやってたんで、だいぶ、まあ、感度はちょっと遅めに設定したんですけど、まあ、それが結構良かったかなっていう感じはします。まだね、全然ダイナミックに慣れてないんですけどね。まだまだ下手くそでね、このマッチでもそんな上位も取れてないぐらいなんですけど、まあ、コールオブデューティでもすごく反応良くてね、全く操作感問題なく遊ぶことができました。まあ、ただね、コールオブデューティみたいなゲームだとちょっと遊びが全くやっぱりこのゲームサーのサイクロン2もね G7SE とかと同じで遊びが全くない分ちょっとねなんか感覚的にはちょっと硬いような、いやスティック的には柔らかいんですけど 60g フォースなんでなんかこう中立付近が硬いようなそういう感覚っていうのはやっぱどうしてもあってですね、そのあたりでちょっと好みが分かれるのかなっていう気はしました。遊びがある程度大きいとそれだけね初動がスティックの倒し始めが素早く倒せるのでその勢いのままね倒していけるので、そういう操作性っていうのはやっぱり遊びがちょっとはあった方がねいいのかなっていうのは FPS ゲームは特にそういう感じがねあるんですけど、例えばレーシングゲームとかだったらそういうところはね逆に遊びがない方が良かったりするんですけど、ちょっと FPS ではねそういうところがちょっとまあコールエフェクトのスティック全般に言える問題ですけどあるかなと思いました。あとはやっぱりその接触式センサーだと摩擦がねちょっと大きくなるっていうところも差はありますけど、私はそこまでねここは気にならないかなっていうふうには思います。どっちかっていうと遊びのなさっていうのがね大きい要素かなというふうには感じてます。はい、ここまでがブラックオプス6でした。ここからはセットコルサーですね。アナログトリガーと振動機能のテストのためにやってきました。振動機能なんですけど、まずはこれはねもう全然文句なく素晴らしかったです。ほとんど多分 G7SE とね感じ的にはよく似てて、すごく解像度の高い振動を楽しむことができて臨場感たっぷりね遊ぶことができました。アナログトリガーに関してはやっぱりねこう最大入力した感覚っていうのがちょっとつかみづらいコントローラーかなって思いました。そのあたりは G7SE とやっぱり特徴がよく似ているかなっていう感じですね。数周すれば慣れる程度のねものなのでそこまでね気になるっていうほどではなかったです。はい、これはフェラーリでかなりセットアップを煮詰めつつある感じなんですけど、確か結構いいタイムが出せたはずですね。どんどんこうなってくると繊細な操作をしなきゃいけなくなってきたので、だいぶねこの辺からは割とアナログトリガー的の良さっていうのもね気にはなってくる頃合いかなとは思うんですけどね。アナログトリガーはホールエフェクトトリガーになってるんですけど、そこは別にですね接触式のセンサーのトリガーとあまり感覚は違わないかなというふうに感じます。ストローク量も十分あってですね、アクセルブレーキともに繊細に操作することができました。はい、タイムは1分48秒140ということでした。はい、ここまでゲームサーのサイクロン2見てきましたがいかがだったでしょうか。
もうね、すごく完成度高くて良かったですね。G7SE の時に感じた、なんかしっかりしてる、ちゃんとしたコントローラーだなっていう感じが、このコントローラーからも見て取れました。そうですね。コンセプト的にもね、よく似たコントローラーなのかなと思います。ただね、充電ドックがついてるっていうところでね、できたら無線ドングル接続で使っていけたらいいのになって思ったところはね、ちょっと残念でしたが、有線接続で驚異の 1.8 ミリセカンドってね、この速さは本当に素晴らしいと思いました。こういうね、LED で光るこの見た目もすごくね、雰囲気良くて、ちょっと金色の奇抜なデザインではありますが、とてもね、見た目も私は気に入りました。透明なトリガーとかもかっこいいかなって思いますね。はい。どうしてもこの背面2ボタンだけっていうのが私にとってはちょっと実際にずっと使っていくには辛いかなっていうところではありましたが、例えばこう黒持ちね、普段してる方とかでね、全然背面2ボタンでもいいよっていう方にはとてもおすすめのコントローラーだと思います。ちょっと価格は高めではあるんですけど、この内容であればですね、全然この背面2ボタンのコントローラーとしてはですね、やっぱり最高峰って言っていいようなコントローラーかなと思います。トリガーストップもボタン式になって、DMR センサースティックがついていてですね、設定ソフトウェアもかなり充実しています。LED で光らせることもできるしですね、マイクロスイッチのボタンが採用されていてっていうところですね。あとは背面ボタンと LB、RB さえマイクロスイッチになったら完璧っていうぐらいのところで、それ以外のところでもこのつけようがないっていうね、素晴らしいコントローラーだと思いました。これがね、言うて8000円台で手に入ってしまうっていうのも結構価格破壊かなっていうふうには感じます。はい、それで私はこのモノルっていうウェブサービスの管理人もやっています。このようにゲームサーサイクロン2に関してもですね、細かくいろんな情報を載せていたり、価格もね、随時更新していますので、もしよかったら利用してみてください。またですね、お持ちのコントローラーの口コミとかをね、書いていってくださったらすごく嬉しいです。すごくね、何件ももうすでにね、口コミ書いてくださっていて本当にありがとうございます。非常に助かりますので、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。はい、そしてこの動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。はい、で次回はついにですね、あのコントローラーがもうすでにやってきています。はい。じゃじゃーんということでちょっとお見せしたいんですけど、はい、随気のエボトップです。もうすでにレビューのね、方はね、開始していてですね、かなり使い込んでからのレビューっていうのをね、お届けしたいと思います。ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。はい、というわけで次回またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。モノルでした。バイバイ。